世界には一風変わった不思議な奇妙な Airbnb の宿泊施設が点在してんねん。おちょでーす。はい、というわけで今回は一人旅だぜ。久しぶりの昨日の晩にタイのバンコクのスワンナプーム国際空港に着いて、空港近辺に一泊して、こっからその Airbnb を目指して、こっからバンコクからだいたい車で2時間ぐらいかかるのかな。見た瞬間これ泊まれんの？ここ何これ？迷路？なんなんこれは？ホテルなの？宿泊施設なの？家とかあるの？いろんなちょっと疑問を思い浮かぶような施設ではあんねんけど、突然そこを見っけて申し込んで予約してメッセージして撮影許可が下りたんで、ちょっと日本にはないような意味のわからない光景が見れるんじゃないかということで、世界の不思議を探求する冒険家である YouTuber ジョーが身をもって一人で体験していきたいと思います。決まったんほんま 2,3 日前やってん。だからカメラマンスケジュール的にチンや無理でした。だから一人旅になりましたで、ここやねんけど、タイのチャチューンサオ県タンボンカオヒンソンっていうところにあるみたいやねん。タイの田舎やな。これもう迷路状の通路からなってて、2021年の10月に改装して完成したみたいやねんな。ここなんと全体はファームみたいになってて、水田とかアヒル小屋とか有機野菜畑、裏庭のハーブガーデン、魚のいる池とか竹林があったりするみたいな感じで、もう大自然に囲まれながらゆったり過ごせる空間みたいな。動物とかが迷路の中庭園とかを自由に走り回ったりとかしてて、でそこで卵拾ったりとか餌やりとかも楽しめるらしいねんな。これ宿泊施設なんっていう。ただ提供される卵とか野菜はもう新鮮でオーガニックだから、もうめちゃくちゃ健康的な食事が楽しめるみたいやねんな。都会の喧騒から離れてゆったりとした休日をここでは過ごすことができるみたいです。ホストやスタッフさんとか非常に親切でフレンドリーですと。とりあえずこの辺にグラブ読んで向かってみる。ちょっとグラブ上では2時間20分とか出てんけど、タイって交通事情かなり悪いからな、急に混んだりとかめっちゃ多くてさ、とりあえず行くわ。レッツゴー。来たグラブ。よっしゃ行こう。センキュー。ありがとう。グッバイ。はい。どこだ？ちょっと待って。Thank you。こいつが行ったら俺はもうこのよくわからない田舎地帯に取り残される。なんか池あるし。Where？ マジでどこ？この辺なはずやねん。やばい。一人でこんな場所来てもうた。どこも分からへん。かしこもこんなとこに Airbnb の宿泊施設ある？普通。マジであっても誰も来えへんやろ。タクシーの運転手さんも、いやこんなとこお前一人で行くんかみたいな顔してたもん。ここみたいな。そりゃそうよな。景色見る？これやでこの景色よ。いやアフリカのサバンナやん。とりあえず歩こう。なんかそれっぽい建物写真と統合させて歩いてたら見つかるやろ。ナータンファーム。Yes ナータンファーム。向こう。OK 向こうナータンファーム。ブー。じゃあ乗して乗していい？乗っていい？ OK Thank you。ありがとう。よろしくキティちゃん。何この展開Thank you。ありがとう。サイドカー乗ってんのタイで。どういう状況？ヒッチハイクしてもらった。気持ちいい風が。ไม่ไปฟาร์มข้างหน้าเหรอคะOK ไปฟาร์มข้างหน้าไหม大丈夫。そこ地図上でそこってなってるから。โอ้แล้วจะ
เดินจากนี่ไปนี่ うん、なんかあったら言う。ありがとう。Thank you。コップンカจ้าバイバイ。อ่าオッケー。ありがとう。ホンダや、ホンダ。ホンダ。ジャパン、ジャパン。โอ้ オッケー、バイバイ、ありがとう。サンキュー、バイバイ。地図上でピン打ってるとこみたいなとこだいぶ超えていってんねや。おばちゃん多分俺ファーム言ってて、なんか写真みたいな見せてめっちゃ親切にしてくれててんけど、違う牧場みたいなとこ行こうとしてたから、そこじゃないこの辺みたいな感じで、この辺で降りた俺言って、これは多分聡明な判断やったと思う。どこに行っていいか分からん感じめっちゃ楽しいな、旅っぽくて。とりあえず歩いていったらなんか地図上で俺がピン打ってたとこあるから、そこ行ってみるわ。その辺が曖昧やねん。この辺田舎で住所があんまりないから、だからグラブとかタクシーであんまちゃんとした詳細なところに泊まられへんかってんな。まあなんとかなるっしょ。ここや。こんななんもない道にナータンファーム書いてあった。お、こんにちは。人はいますか？おし、ハローハロー。かわいいな、かわいいな。うわ、かわいいな。あら、サワディーカー、サワディーカー。すげえ、グレート。向こう？オッケー。すごいな。思った以上にファームや。いや、すごい。あ、シューツ？いや。あ、オッケー。オッケー。お、すげえ、綺麗。ビューティフル。おお。ナイスハウス。ここ受付？何？写真で見た迷路のとこや。写真で見た迷路のとこや。あ、Here's my house tonight。 OK OK。 今日の家行きます。お邪魔します。おー、すげえ綺麗、めっちゃいい。ベリーグー。しかも涼しい。エアコンディショナーある。すげえ。ティッシュもあって、充電のやつあって、あ、もうどっか行った。ゆっくりしてみたいな感じか。え、これめちゃくちゃ綺麗な。田舎の牧場の馬小屋みたいな想像しててんけど、ちょっとベッドチェックしていい？うわー、もう十分や。ちょっと汗かいてるから申し訳ないけど、うわー、こんなん持て余すやん。ほなちょっと散策行こうか、早速やけど。よし。It's okay, it's okay. No problem. これめちゃくちゃ不安定やねん。ご飯とか持ってきたかみたいなこと言われて、いやないって言ったら、とりあえずこのまたサイドカーで行くぞみたいになったから、イエーイ。すげえ。めっちゃ美しいこの景色。この田舎のこの家はもうあなたのものだと思って、今日はゆっくりしていってみたいな感じやから、もう散策したりなんかするの適当に自由なんやと思うわ。だから適当に自分で散策するわ。すごい。あ、そういうことだ。そういうことや。セブンイレブンやん。俺なんか牧場か農場のもん食えんのかな思ったらセブンイレブンやん。センキューセンキュー。コップンカーありがとう。じゃあセブンイレブンでなんか買ってくるわ。酒どうせいるしな。さすがに農場に酒なさそうやん。オッケー、とりあえず買った。間違いないやつ。オッケー、センキュー。ただビールがなかった。ノービアやった。ノービア。なるほど。あ、ここに売ってるってことか。ビア。おう。Thank you。ビアビア。あ、これ。うん、それを、うん、でかい方。トゥにしよう。あとこのレオンもちょうだい。
60 บาท イエスありがとう。はい。あ、オッケー。จ้า じゃあ、ありがとう。よし。Thank you。จ้า ありがとう。カイトビール。Thank you。よいしょ。あ、Thank you。バイバイ。とりあえずカイト、イエーイ。オッケー、ありがとう。サワディーカー。コップンカー。コップンカーありがとう。これあの辺歩いていい？こうウォークウォーク。オッケー。Yes yes yes。オッケーオッケー。このだってその農場の全貌を知らんもんまだ。おお。なんですかそれ。あ、卵。ไข่ 卵。グッドグッド。あそこから。あ、オッケーオッケー。でこれオッケー。はい、とりあえず食料確保できたということで、ほんまありがたいな、優しいな。とりあえずこの本題のこの迷路に行く前に一杯だけもうビール目の前にしてこれキンキンに冷えてやがるから。乾杯みんな。よし。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。この農場で働いて仕事終わりに一杯とかやってめちゃめちゃ気持ちいいやんな。まあみんなビール飲まなさそうやったけど、でもなんかめっちゃ落ち着いてる。聞こえんのはなんか鳥の声と犬の声と自然の風の音、葉っぱが動く音のみって感じ。うわ最高やん。俺逆に今日一人で来てよかったかも。めっちゃゆっくりできる。なんか人工的な音が一切聞こえない。あの風鈴人工的な音やねんけどな。風がもたらす音やん。最高やんね。来てよかったもう。じゃあこのちょっと迷路とこの農場の全貌を公開します。レディゴー。ここか、迷路への扉は。オッケー。後ですげえすげえ迷路や。おお、なんこれ RPG のゲームやん。いや右から敵とか現れるって。銃持ってないって。おおすげえ。こっち。あ、鶏おった。鳥パパパパパパパ。すげえ、鶏の通り道みたいになってる。面白い。うわめっちゃおる。こいつらが卵を産んでたんや。ちょっとたまに俺今どこおるかわからんくなってん。これ迷子なんで絶対。ほらこっちがこっちです。 ไข่นี่เก็บออกไปแล้วนะคะ 卵。 เก็บ エッグ。ここにエッグ。ここに。 เก็บไปแล้วค่ะ あ寝てるわ。今もすごいな。ここエアビー&ビーやんな。こんなこと感じれる？牧場の生活を垣間見れるって。ありがとうサーディーカープ。すごすぎるて笑ってまうもんちょっと。じゃあ俺の歩いてる目線を皆さんにお届けします。すげえ。そうか、動物たちの通り道やったんやな、答えは。なんか貝とかも落ちてんねん。なんでなんやろ。What's this? 貝。うん。หอยทากค่ะ うん。タイ語わかる皆さんコメントください。行き止まりや。これは人間じゃ通られへん。
行くぜ俺は。楽しい。どうおんねやろほんまに。タイの田舎で何してるんやろ。めっちゃおもろい。卵食べてみたいな。あの卵、エッグオッケー食べんな。そんなんこう止まらせてもらってオッケーセンキューオッケー言うたんかな。俺ちょっと今トークで押し切ったみたいなとこあったやん。よしオッケーここ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 って言うんか。ここででも俺ニワトリ育ててたらチキン食われへんくなるんかもな。情が乗り移って。でもとりあえず卵食べさせてもらおう。最高やんここ。なんなんマジでめっちゃ楽しいねんけど。はい、というわけで卵をいただけるみたいです。お、すごい。これ見て。これひよこの時の写真やん。こちらがその卵です。おー、でかーほら見て。顔と一緒じゃん俺。ほらいただきます。あれあれなんか食べていいよその卵って言われてん。さっきのなタイ人のおばちゃんに。で今カチカチカチってやってんやん。汁出てきたん。これ多分生卵やぞ。ここに置いてあってそれ食べていいって言われてどっか行ってからゆで卵やと思ってん。これ生卵ですわ。じゃあそのままいただきます。うまっ、めっちゃうまい。コンビニで白ご飯買ったらよかった。卵かけご飯にしたらめっちゃうまい。焼いてもうまいぞ絶対。めっちゃ濃厚味。やばっ、うまっ、びっくりした。コップンか。とりあえず迷宮入りやった迷路の謎が解決したっていうことでな。まさか鳥の通り道やったとはな。うわ、ほんまに人懐っこいな。めっちゃ可愛いわ。いろんなお客さんを今まで迎え入れてきたんやな。じゃあね、後でね。お、あっちにもめちゃくちゃ開けてんぞ。ここが野菜とか育ててんねんな。有機野菜育ててるっていうオーガニックのところか。でっか。奥めっちゃ広いやん。結構大きい。オッケー。サイクリングセンキュー、ありがとう。この田舎周りをこれで回ってくれと。センキュー。ขี่รอบได้ไหมすっごいめっちゃ優しいね。ほんまに広いんやわ。でそこにもう完全にホームステイならぬファームステイさせてもらっているって感じ。それを1万円で体験できるってことや。ここまでとりあえずはるばる来たらちょっとチャリも貸してもらったからな、そろそろ散策しようって思いきや、ちょっとこのおおだいぶきしんでんね。ブランコ気になったからやろうか。おおこれ危ないで。大人あかんわこれ。俺でぶっ壊したら申し訳ない。まだまだあのブランコは持ってほしい。こっちで行こう。めちゃくちゃ気持ちいいで言うとくけど、思った以上に気持ちいいっていうことを視聴者さんにどうしても伝えたいから、僕がなんとか片手で立ちこぎしてこのブランコからのこの田園の景色をご覧ください。おお何の映像やねんこれ。こんな一人で楽しめたらもう俺これからも安泰やな人生。ここのなご神木みたいな感じの木をお邪魔しております。ジョーブログでございます。本日はお邪魔させていただき、快く迎え入れていただき本当にありがとうございます。またこういう素敵な場所来れたらやな。旅の束の間、ここに立ち寄って少し一呼吸得れたことがすごく嬉しいです。こっからまた頑張ろうっていう風に思えるような時間を現在進行形で過ごしております。最高でございます。都会の喧騒を忘れて、やっぱりさネットつながってたらさいろんな情報入ってくるやん。友達からのメッセージ、仕事のこと、情報と予定にまみれて、でもやっぱここは自分という人間を一回リセットさせてくれるような空間やな。最高な景色。一人で来るのもええな。こ
この守り神となる木が木陰で俺を守ってくれてるかのように、こんな感じでこれからジョーブログもっともっと頑張るためにちょっとここで一息つこうか。まあせっかくやからな、あんまチャリ乗ることもないやん。行こうかー。気持ちいい。おお、犬が誘導してくれる。道は任した。うわめっちゃ楽しい。なんやこれ。おお、あいつ早いな。おい、お前早いぞ。そっちのおたかお前ちゃんと遊んでる。一緒に通じ合ってんねんけど、どうしたらいいそれちゃんとチャリで行けるとこか。お前俺の前でしょんべんしようとすんな。そこ俺行かれへんねん、チャリやから。カモンヘイ、こっち来いって感じだ。じゃあ行ったら道チャリ結構大変やぞおい。でこのファーム広いなあの犬どこ行った俺が行かれへんとこばっかあんなんちゃう。もうええわ、あいつについていったらあかん。とりあえずちょっとこっからは撮影外でプラプラチャリでいろいろ散策してみるわ。圧巻、夕日が綺麗すぎる。なんやこれ最高なスポットやな。お、売店みたいになった。ちょっと行ってみようか。お、アイス。アイスいいねお、アイス食べたい。めっちゃ暑いから。 What this? それ OK。 アイス10バーツ安っ。おいしい。ベルグめっちゃうまい。ほんで夕日めちゃくちゃ綺麗。住めるなここ。人みんな優しいし、なんか時間がゆっくりしてる。せかせか一切してない。旅しててこういう場所来たら思うけど、人間が必要なものって実はそんなに多くないんやなと思うな。なんか心からデトックスしていく感じ。よし、声食って戻ろう。オープンかー。バイバイ。ありがとう。あのファーム住んだら俺あそこ行きつけなるわ。常連なるわ。ほい、ただいま。よし、気持ちよかった。はい、というわけで夜になりました。てかさマジでカナブンレベル100ぐらいおんねんけど、めちゃくちゃおる。ちょっとシャワーも浴びたし、いただこうかしら。冷蔵庫入れてたからめちゃくちゃ冷えてる。いただきます。うま多分農家で働いてる人らがなんかパーティーやってんのかな。めっちゃ音楽聞こえる。程よい音楽と虫の声とカナムレベル100と、パチパチなんか言ってんねん。光に集まってきてんねやろな。いやでも買っといてよかった。絶対うまいやん。チャーハンとなんか野菜炒めみたいなやつ。こうやってなんか一人で見知らぬ土地でゆっくりご飯食べるのもいいなめっちゃおもろかった。有機野菜とかオーガニックの食べ物あるって言って連れて行かれたのセブンイレブンで。めっちゃおもろいよなまあいいけど、いただきます。
おいしい。普段コンビニ飯食わんから、こうやってたまに旅中に食うコンビニ飯ってめっちゃうまいな。最高。俺って最高が口癖やな。それって最高やな。うまい。みんなが想像してるようなコンビニチャーハンやけど、でも美味しいわ。なんか炒めも酒に合いそう。うまい。ちょっと甘めの炒め方や。それをビールで流し込む。マジでうまい。撮影は確かにしてんね。さっきもそうやけど画角決めてこんな風に撮るみたいなとかやってたけどさ、全然せかせかしてない。やっぱ旅動画っていいな。休みみたいなもんやもん。実際めっちゃリラックスしてる。心がほんまにデトックスされていってリセットされて、普段のなんかストレスとかあんまないねんけど洗い流されてる感じがするな、この心地いい空間に。こうやってなんか Airbnb の良さっていうのを今回めっちゃ感じてさ、独特よな。ホテルじゃありえないオリジナルな感じ。人々の文化と生活に迫ってる感じがあるよな。だってほんまにこれ横で人働いてる農場やん。そこにお邪魔してホームステイしてるのと一緒やからさ、それができるんって Airbnb ならではやんな。洗練されたホテルでじゃあ味わえない感じ。やっぱホテルとかは結構その立地のいい場所に建てられて寝泊まりする。だからできるだけ綺麗な場所で整えられた環境で利便性を重視したんがホテルやと思うねんけども、 Airbnb ってほんまに人んちやったりするやん。だからこういった面白いもんが生まれんねやろな。だからこれからちょっと Airbnb めっちゃ回ろう。世界の面白いやつこんなんあるってなったら教えて。結構俺今もう見つけてて拡張に書いてやんねんけどさ。やしなんか一人旅もまたいいな。自分と対応できるから。自分の内面と喋る時間って今の情報社会じゃないやん。まあもしかしたら一人旅するんで勇気いると思うねんけどさ、だけどなんか一歩踏み出して勇気振り絞ってやったら自分の弱さとか寂しさとかも見えるし、寂しさが見えるっていうことはあの人がいつもいてくれてるっていう大事さを感じたりとかもするってことやからさ。でも慣れちゃえばすごいいろんなことがはかどるな。普段解決しなかった自分の心の問題とかもこういうことやったんじゃないかなって感じたりとかもするし、こううちの声から出てくるもんをめちゃめちゃ向き合えるよな。人と喋ってたらさ、もちろん楽しいねんけど、でも自分と対話ゆっくりしないと見つからん答えもあったりするやん。俺は結構まだまだこれからも目標やったり夢とかやりたいこといっぱいあってさ、まだまだ YouTuber を通して上を目指したいなと思って、これから世界に向けて配信していきたいな。だから翻訳やったりとか字幕つけたりとかそういうことも試みたりとかしてんねんけど、特に吹き替えに関してもしちょっと吹き替えこんな人いますよみたいな人とかそういうの詳しい人とかおったらちょっと教えてほしいな。概要欄の公式 LINE とかで。そういったような自分のこれからやるべき目標とかも整えて見れるようになる。心の整理整頓ができるって感じやな。この場所やからそういう風に思ったんやと思うし、また違う場所では違う自分に出会えるんかもしらんから。だから環境を変えることによって見つからなかった心の自分っていうのを感じることができたなと思った。お腹いっぱいや。ごちそうさまでした。涼しい。いや枕大家族か。何個あんねん。うわー、もうこのまま寝れるわ。ゆっくりぼーっとして何も考えずに最高な体験ができたわ。みんなありがとう。ほんま見てくれていつも。初めて見た人はチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと今日は自然に眠ろう。なんか目覚ましなんてつけずに時計もミントすやすやーってゆっくり寝るわ。明日もおもろい場所行くからタイの。まあでも昼過ぎぐらいから行くからそれもまた楽しみにしといて。もう日の光とコケコッコーで起きんやろな、鶏の音で。ちょっと電気消すんめんどくさい今日もええ日やった。地球で全力で遊んだ。モーニング。なんか Airbnb のホストからなんか野菜用意してるって聞いて、で自分で調理して食べてみたいな感じで言われたから、きたー。やっばー。ちょっと待って、野菜てんこ盛りやで。こんな食べられへんな。でバナナもで、これ卵な。最高。ちょっとバナナこれちょっと食べてみよう。朝ごはんまずはバナナ。ちっちゃ小ぶりやな、かわいい。いただきます。
甘っ。砂糖入ってるっていうぐらい甘い。緑は緑結構硬いな。取れへんこのヘタ。これでこれ緑までできてないんじゃん。めっちゃ硬いで。じゃがいもぐらい硬いで。だからじゃがいもとして使うみたいなやつじゃん。味ない。渋いこれあかん。黄色くこれはもう野菜炒めに入れよう。じゃあジョグログクッキングスタート。はい、まずは卵1個2個、こちらをそして野菜をバンバンバン、これを切っていく。もう一気に効果も自分でつけるシリーズ。いいね。醤油って書いてある。まあもういい匂い。よしよし、いい感じやねんけど。量少なそうやからもうちょい作るわ。渋いバナナ忘れてたから。ガン。醤油。めちゃくちゃいい匂いする。完成。エッグベジタブル超炒めでございます。はい、タイの田舎からお届けする世界の朝ごはん、いただきます。栄養たっぷりやろな。間違いないやんこんなん。めちゃくちゃうまい。野菜の味がめちゃくちゃ効いてるわ。オーガニックやから罪悪感なくバクバク食って心から喜んでる感じあるよな。うますぎるやろ。朝から野菜炒め作って扇風機の風に揺られながら食う朝ごはん。これバナナどうなんやろ。うわっ、じゃがいもなった。バナナってじゃがいもやってんな。歯ごたえはズッキーニに近い。味はじゃがいも。マジか。そういう使い方すんのか。失敗は成功のもとやな。なんか土日に親父が野菜炒めフライパン振ってこれ食うといて言うて出してもらったの思い出すな。マジじゃがいもやわ。これからいろんな海外の面白いエアビーとか宿泊施設とか人の家とか気になるやん。だからテレビ番組とかでもな、大家族の家とか紹介あるやん。で YouTube とかでもルームツアーとかめっちゃ伸びんのって、それで人の住んでる場所とか気になるやん。だからいろんなところ回ろうかなと思ってんねんけど、その度にこの世界の朝ごはんシリーズやろうかな。今回はな、たまたまこうやってファームやったから野菜とか卵を提供してくれたけど、この卵めっちゃうまい。あと気づいたんが、ここの卵めっちゃ大きいにもかかわらず殻めっちゃ柔らかかった。ピッてやったらパキッと割れる。あれなんでなんやろな。なんか日本のスーパーとかで売ってる卵結構殻硬いやん。殻硬かったらやっぱ配送とかしやすいと思う。ここの卵多分配送したらすぐ割れる。最高や。これみんなにあげたいぐらい。かわいいピンクのお皿が全面に顔を出してしまった。ごちそうさまでした。この家ともお別れか。お迎えのタクシーが来た。てかグラブ読んでんけど、ここど田舎すぎて無理やってん。だからここの人が呼んでくれた。 Thank you so much. This was nice house. Oh, bye bye. Bye bye. Thank you. こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃええとこやった。リラックスできたし、みんなええ人らやしさ、ご飯も食べれて最高でした。ほな次の旅に行きます。 Thank you so much.